魔界編49ステージをキャラかぶりなしのオール1枠でクリアしていきます。アイテムは使用していますが、それでもかなりギリギリな戦いを強いられました。1枠は絵が変わらないのでのんびりとお話ししていきます。まず関西から少しずつ難易度が上がり、関東から難しいです。難しい関東あたりまでは割と適当なキャラで勝てますが、後半から一気に鬼畜縛りに変貌します。では一つ一つのんびり話していきます。まず左上にキャラのレベル、上に敵構成を載せてます。文字もですが少し小さかったり背景的に見づらい部分もあると思いますが、全マップこれでやっていきます。この企画はもともと毎月22日にやっている特殊縛りが派生して行ったものになります。最初は80から90体でいけるかなとかで企画を組んでいたので、当然ながら2枠3枠でバトルに挑んでいました。そしてその企画が終わった後にふと魔界の最小キャラ数っていくつだと疑問が浮かびました。最初は難しいと思っていましたが、意外にもキャラ数が減っていき、トントン拍子で最小を更新していきました。あまりにも簡単にキャラが減らせるので、これは簡単だななんて思ったのは本当に最初だけ。後半は地獄でした。関東あたりまでは1枠でどんどん見つけられます。しかし強キャラを使っているので今思えば相当楽でした。カメラマン、パフェ、ニャンマなど普通に強キャラを前半の魔界レベルで使えば1枠はそりゃ余裕です。縛りの延長上でもある80体ぐらいからスタートした縛りは気づけばどんどん減っていき60体ぐらいにまでなりました。60体は49マッププラス2枠編成が11マップという状態。この11マップを1枠でいけるか、そのあたりから地獄でした。まず2枠のステージを1枠でクリアできるのか、これが問題として出てきました。今まで2枠3枠でクリアしていたここを1枠で、誰がここクリアできんの？最初は常にこの状態でした。そして答えが導かれます。パフェ、エキゾチック、ちび島、暗黒城、ニャンマ、ハデス。ここら辺だろうなと。しかしいざステージに挑戦すると、あれ勝てたけどこのキャラ他のステージで必要だぞ。これが第2の問題です。先に挙げたキャラたちはいろいろと活躍ができる反面、結局どこで使うべきなんだと最後まで悩まされました。その問題が解決したのは実に企画開始から40時間ぐらい経過した最後の最後のステージでした。またそのステージあたりに行ったら詳しくお話ししますが、この企画1枠でいけるのか、そのキャラでいいのか、この2点はとにかく頭を使いました。しかしその2点以上に苦しめられた問題があります。それは味方の攻撃無効が発生するか否かの問題。攻撃無効模試キャラの運ゲーバトル、本当にしんどかった。このキャラでいける。でもそれには無効の運ゲーを突破しなくてはいけない。もう見守るしかできません。運ゲーが成功しても戦う位置が悪いとダメだったりして、1枠特有のもどかしさが本当にしんどかったですね。まあこんな感じでこの企画を終えたわけですが、そういえば一度も上のバトルについて話していませんね。前半の1枠なんて特に話すこともないので、そうですね、一つ前に出てきたクラシックって一体何なんですかね。まともに使ったことない上に未だに立ち位置よくわからんキャラなんですよね。大昔は貴重なバリブレ要員とかですかね。後半の関東まで特にバトルでも話すこともないので、またいろいろとお話ししていきますね。今回の企画、終わってみていろいろと気づいたことがあるので、そのお話をしたいと思います。まずいろいろなキャラを使うってやっぱり楽しいなと思ったことですね。勝てる編成、好きな編成、コンセプトのある編成、まあ人それぞれあると思うんですけど、こういう縛りをすることでいろいろなキャラをちゃんと触れるのはいいことだなと思いました。アビスもそうですね。最初のウルトラマンとか先ほどのクラシック、一つ前の如来も私は普段使いしていません。でもこういう企画やアビスなどでは必要なキャラです。ちゃんと意味を持って使えるのが嬉しいんですよね。普段使ってないから使うと新鮮だし、なんか楽しくてそういう原点的なワクワクが戻ってくるんですよね。
終わってみればとても難しい企画にはなりましたけど、得られた楽しさも十分大きかったなと感じますね。それともう一つ、この企画が終わって気づいたことが、縛りって自分じゃなくてもいいなってこと。これは気づいたというより改めて思ったって感じなんですけど、僕がこういう縛りをする理由って知りたいんですよね。今回で言ったら魔界ってどのくらいのキャラ数でいけるんだろう。これが知りたいだけで僕が見つけてやるという熱い気持ちで検証はしていないんですよね。誰かが動画化してくれたらそれで十分というか、もちろん自分がやるからには自分で動画化したいですが、私が挑戦中に動画化されていたらそれで十分かって気持ちになって一瞬で冷えます。俺が挑戦する前に先に動画化してくれよっていう気持ちはありますが、先に回答を出してくれたらそれでいいかなと思う部分も実際あります。だから今回この企画の最中に他の方がいろいろと1枠見つけてくれたのは素直に嬉しかったですね。僕が見つけた以上になんか嬉しかったかもしれませんね。前だったら俺が見つけたかったなんてよぎったかもしれませんが、今回は普通に他の方の発見イコール自分ごとのように嬉しかったですね。話を最初に戻すと、縛りって自分じゃなくてもいいなになったんです。あくまで自分は縛りを通して天井限界を知りたいだけ、そう改めて感じました。それだけこの企画が大変だったと同時に得られたものも大きかったなと終わって感じました。こんな真面目な話を早々にしていますが、まだ7分も経っていない。この動画40分弱でどうやって尺持たすのよなんて不安になりながら今いろいろとお話ししています。まだ岡山県です。関西すらたどり着いてません。では次行きます。後半になったらまた改めて触れると思いますが、この魔界編1枠で強さを特に発揮したキャラを述べますね。まずパフェ。金があれば最強すぎると再認識。10枠編成や金欠ステージだと少し使用頻度下がりますが、少数縛りに関してはマジで強いなと思いましたね。49マップのうち47マップぐらいいけそうなレベルでした。レベル制限ないこの魔界状態だとパフェはほんと無双してましたね。お次はちびじまです。本能解放で対悪魔に滅法いけるようになり、再生産が早く1枠でガツガツ処理できます。あとはメタルステージもあるのでクリティカルもプラス材料。パフェ同様このちびじまもいろいろなステージで大活躍でした。次は暗黒城。近接で少し耐えれるもんなら大体たまる。そしてお決まりのずっと波動状態。それができた時点でまず負けませんね。今回は割とシビアなステージでしたが、やはり活躍しました。次にエキゾチック。高難易度はこのキャラ必須レベルで対悪魔においては唯一無二の強さでした。さすがに赤と悪魔以外が出てくると波レベルですが、この2種しかいないなら攻撃無効で大活躍でした。使ったステージがむずすぎたため、運ゲーに拍車をかけていましたが、今回の企画に関しては本当に強かったです。あとはハデスとエマの交代力2体。縛りにおいて交代力、耐久力はやはり正義でした。特にハデスはノックバックが2なので、基本的にベタつき状態。殴り合いで勝てるならやはり激強キャラでした。そして最後はニャンマ。いろいろと使いましたが、ほぼ毎回こいつマジやばいなって私口ずさんでた気がします。ニャンマだからいけるわみたいな勝ち方はさすがで、シールドがあろうが結局ゴリ押しで割ってましたね。今挙げていったキャラたちはやはり後半での使用になります。さて、いろいろな話をしているうちに関西入ってました。ここからは少しずつ上のバトルに触れながら話をしていきます。まずこの和歌山はツバメがやばいステージ。クリアだけを目指すならカメラマンで十分ですが、かぶりなし1枠の場合、カメラは強くてさすがにもったいないです。かといって適当では勝てない難易度なので、奉仕で着地。見事クリアで次に行きます。このステージは悪魔ゴリラとクマが強く、前半にしては難しい部類ですが、ここもなるべくギリギリで勝ちたいところ。時間がかなりかかりましたが、悪魔滅法強いのちび暗黒猫で持久戦勝負しました。ク
悪魔は倍率 100% だと体力7万5000しかありませんが、シールドが25万とシールドが高い。シールドブレイクできない時の対悪魔は本当にきつかったですね。シールドブレイクの重要性も改めて実感しましたね。シールドがあることで妨害も入らないので、当然ながら砲によるサポートが難しいのも対悪魔の難しさでした。お次は京都。全体で見ればここはまだ前半戦ですが、こちらは最後の方に挑んだステージになります。前半戦で使用していた強キャラが実は後半で使うべき。こういう事情が時折生まれて色々とキャラが動きます。この京都のサテライトはそのうちの1体で、最後の方に移動してきてここをクリアしたのを覚えています。悪魔を倒せばもう終わりです。次のステージは奈良。唯一伝説キャラを使用しました。奈良はイザナミで挑みました。大城なら誰でも良かった感はありますが、見た目好き。ちなみに相方のイザナギさんは15ステージぐらい試しましたが、どれも敗北続きで壁いないとマジでダメでしたね。イザナギのかっこいい感じをお見せしたかったですが、残念ながら叶わずでした。三重県は黒と悪魔が強く、前半戦の高難易度ステージ。もともとデリバリーを使ってましたが、ガメレオンでクリア。今思えばですが、他でガメレオンを使うことになっていたら結構厳しかったステージでした。黒がここまで多いと処理できるキャラが限られます。ちなみに上杉の第4形態は勝てませんでしたね。滋賀県は大量の天使、悪魔の超高難易度ステージ。ラーメン道で無理なのでさすがの白顔でした。敵の数が多いだけならまだしも、その敵がよりによってゴリラなんですよね。渾身がこちらの心も折ってくるというね。白顔にたどり着くまでは大変でしたが、実践してみたら意外と早く行けた記憶がありますね。次は福井県。悪魔の顔がここで初登場。ここはウリルでクリアしました。シールドブレイクがないので時間こそかかりますが、さすがに悪魔しかいないなら負けませんね。前半戦激ムズポイントの一つ、石川県。中井と悪魔の組み合わせが最悪でした。シールドの耐久値で動かない悪魔、ノックバックばかりする中井。ここは挑めるキャラが限られました。最初の検証段階ではパフェを使用していたほど難しく、ハデスなども試していました。しかしパフェやハデスが後半に必要なキャラと分かってからは選択肢が狭まれ、エマになりました。中井を倒せても悪魔の位置が悪かったりで、まあまあ負けてます。割とエマの波動頼みでしたね。1体目のエマがやられても2体目がすぐ出せたので大丈夫。これが間に合わないと位置的に白が叩かれて負けでした。ここは敵がそんなに強くないので笠地蔵でゴリ押ししていきます。全部このぐらいなら楽なんですがね。こういう縛りをやると笠地蔵の可愛さと強さをかなり実感するんですよね。毎回思ってるかも。とことこ歩いてるのが可愛すぎる。ではさっさと倒して次行きましょう。1枠でまともに戦うとかなり厳しいゾンビステージ。
ジャックでさっさと城破壊します。ほんと便利なキャラです。富山県ゾウが初登場。このキャラもクマ同様、シールドの耐久値が高いキャラです。体力は38万ですが、シールドは80万と体力の2倍以上の数値があります。割れれば楽ですが、被りなし1枠だとやはり割れません。黒イズがいたらある程度キャラの選択肢も増えたかなと思いますが、全体的な難易度はおそらく変わらないでしょうね。バトル時間は短いですが、実はかなりの高難易度ステージ。ニャンデアネンを使うほどの難所でした。企画中何度も静岡がむずいむずいって言ってた記憶があります。ニャンデアネン様々です。前半戦最後のポイント、富士山。ここはもともとニャンマでクリア、キープしていたステージでした。しかしニャンマがもっと難易度高いところで必要となり、代わりを探したところ空いていた回になりました。他のキャラでもここはいけますが、結局東北方面で使うそれがちらつき、キャラ選択の部分でここは苦戦しました。バトル自体は全体を考えれば中難易度ぐらいでしたね。というより回が強すぎただけっていうのはありますか。ここから後半戦、難易度が一つ上がります。苦戦したステージはだいたいクマかゾウがいますね。ただここのゾウは別に問題ないので、取り巻きのワンコを処理できれば勝ちというステージでした。長野県はキャラ選択が少し難しいステージでした。量産型を使えば光る、イルカがきつく、大型を使うと今度はセレブ、ペンギンがきついという感じになります。逆を言えば大型でセレブとかが処理できれば勝てます。黒ガルは敵に呪いや妨害がなければ対白最強格です。火力も高いので敵数が少なければうってつけのキャラです。ここは確か黒ガルにして数回でクリアできた記憶があります。ではあとは一旦バトルを見守りましょう。悪魔ゴリラがとにかくヤバいステージ。カメラマンを使わなくてはいけないほどのステージです。カメラマンは他のステージでも活躍していたので、どこで使うべきか悩まされたキャラの一体ですね。ただこのステージがあまりに難しすぎて、カメラやパフェなどこのクラスじゃないと無理でしたね。ちなみにアキラ、ウリルなど大型キャラは無理でした。量産型プラス強キャラが限られていて、とても難しかったですね。ここはゾウが4種類出てくるステージ。一見難しそうですが、実際はそこまでって感じです。カンカンは割とどこでも活躍できますが、高難易度の東北あたりのステージだとなかなか厳しく神奈川で着地。激レア版ニャンマなのでもっと上の方で活躍できたらよかったのですが、意外にも難しかったですね。とはいえ激強カンカンなので、ここはサクッとクリアして次に行きましょう。1枠縛り最高難易度の一つ、千葉県。パフェであれば勝率 98% ぐらい。エキゾチックは 1% ぐらい。これ以外の他のキャラは今のところ見つけられてません。要するにこの2体しか現状無理なステージということです。まずカルピンチョいけるキャラが限られている。さらにクマの組み合わせが最悪すぎるレベルで強い。しかもカルピンチョは合計3体という極悪ぶり。
誰が勝てるんだこれ状態でキャラ選びに時間がかかりました。今使っているパフェも最終ステージの西表島でずっと使っていたので、西表島の代わりが見つかるまで積んでました。ただパフェが使えればバトル自体は問題ありません。見事倒したので次に行きます。パフェが使えれば問題ないステージ、使えればの話。使えない場合、こちらも最高難易度に跳ね上がります。ユーベンスの無効が出ればそれで勝てるわけではなく、悪魔のゴリラ3体を倒す必要があります。倍速で分かりづらいですが、2連攻撃の2連目が悪魔ゴリラに当たらないとマジで勝ち筋がありませんでした。いや、結局ユーベンス無効ゲーでしょと思うかもしれませんが、悪魔ゴリラ処理が超大事です。それを倒せて初めて運ゲー勝負になります。このステージはバトルだけで2時間かかっています。何度か話出ていますが、この企画はキャラ選びにまず時間がかかっています。このキャラで勝てるのか、このキャラを使っていいのか、使っていいと決めてから2時間なので実際は倍くらいかかっています。悪魔ゴリラを倒せても無効が出なくて敗北やり直し、無効が出ても城が近くて軽い事故で敗北やり直し、もう何回挑戦したか分かりません。全体を通してここは3番目に時間がかかりましたね。押し返し始めてたらもう勝ち。ささっとイカを倒して次に行きましょう。ちび島以外無理なステージ。そのちび島もクリティカルゲーなのでまた確率勝負です。攻撃無効の確率、クリティカルの確率、波動の確率。今回の1枠企画では何度もこの確率に泣かされました。ちなみにこのステージではクリティカルの 5%、波動の 20%、これらを通す 1% の勝負でした。カバとクマを倒すだけならそこまで苦戦しないのですが、メタルワンコがかなり邪魔をしています。攻撃を吸われてしまい何もできず敗北。これを何度も経験しました。城が近いのも難しい要因の一つでした。メタルさえいなくなればちび島は魔界の悪魔にはほぼ負けません。このキャラも対悪魔に相当強いですね。毒撃が絡む高難易度ステージ。キャラ選びまではそこまで時間がかかっていませんが、バトルが大変でした。まずゾウ。この敵と戦う位置が定まらず苦戦しました。高体力のギガパルドとはいえノックバックは避けられません。ノックバックを2回した後にゾウが城を攻撃するとまず敗北。ゾウのシールドをすぐに割ることもできません。そのためギガパルドノックバック2の位置が城の前にいることが勝つための最低条件。その位置調整に時間がかかりましたが、最速生産をすることでゾウの位置問題の解決の糸口は見えてきました。それでも最速生産がいいとたどり着いてからも、実際にゾウを倒せるかどうかはまた別問題でした。だいたいゾウ撃破までの成功率は 10% ぐらいでしたね。で、最大の問題はその後に訪れます。10% ぐらいの狭き門をくぐり抜けやってくるのはゾンビワンコ。今までなんてことなかったゾンビワンコのモグルが急に脅威になります。上のバトルを見てください。後ろに行かれます。城体力が少ないと負け。城を削っていたのはゾウなので、結局ゾウの位置が大事だったんです。この動画だけを見ればエンジェル砲で調整すればいいと思うかもしれませんが、そもそもここまで来るのに10回に1回ぐらいしか到達できず、厄介なのは何もゾウだけでなくゾンビカンガルーなどの潜る阻止とかも大事でした。終わってみればここもかなりの時間を要しました。しかしここは運ゲーとかではなかったのでまだ気が楽でしたね。栃木県はまた強敵のクマがいますが、ここは斉藤さんで一気にクリアしていきます。まともに戦おうとすると難しいのですが、斉藤さんは楽でした。ここはキャラ選びまでに時間がかかったステージです。斉藤さんがワープしてしまうので、噛み合い次第では負けることもあったのですが、そこまで苦労はしていません。まあここは休憩ステージみたいな感じですね。
のんびり斉藤さん見てここは終わりましょう。斉藤さんが2体同時に飛んでいたのは唯一の癒し。過酷な企画でしたが、ここは笑わせていただきましたね。激ムズ茨城やってきました。波動が厄介なウリボーイと悪魔の顔のステージです。メインはやはりウリボーイ処理でした。やられる前にやる。それが体現できるキャラが少なすぎた。デリバリーにたどり着いてからは楽に勝てましたが、キャラ選びに時間がかかったステージですね、ここは。バトル自体はデリバリーが強いので全く問題ありません。ほんと、このピザ屋強いですね。関東以降はほとんどが難しいステージで、こちらも例外なく激ムズの福島県。全敵強いステージです。象のシールド160万と巨生ヌ2体の波動。赤蛇ですら普通に強いという厄介さです。波動対策ができなければまず話になりません。さらに大型の場合は取り巻きに処されるので攻撃頻度も必要。前田は適正なので候補としては何度も上がりましたが、全然勝てずキャラ選択としてずっと除外していました。象のシールド160万が硬すぎて前田が先にやられてしまうんですよね。スニャを使ってるレベルなのでそれくらい切羽詰まったバトルでした。もちろん今回は勝ち動画なのでそこら辺の緊迫感は分かりづらいと思いますが、今回の動画では映っていませんが生配信では後半はほとんど喜怒哀楽むき出しでやってましたね。まあほとんど攻撃無効が出ないことによる怒りでしたけど、最後のステージ勝った時はめちゃくちゃ喜びましたね。まあそんな思い出話は一旦置いといて、そろそろバトルも終わります。では次に参りましょう。悪魔の像とダチョウの極悪ステージ。私が確認した限りだとパフェ以外勝てませんでした。もしここをパフェ以外でいける人いたら教えてください。にゃんでやねんデリバリーはちなみに厳しかったです。今回は残念ながら真っ向勝負ではなく看板になります。1枠なら OK という企画なので看板をやります。看板は15分経過で1体出現。その後も15分ごとに1体出てきます。それを出撃制限まで貯めます。ここのお城は敵扱いなので1体に含まれるので、これを除いた24体貯めれば OK です。そう、よりによってここ25体制限なんですよ。15分 ×24 の360分の放置が必要ということになります。3倍スピードアップで120分で済んでますが、万が一ミスったら終わりなんで最後少し緊張しましたね。お次は山形県。白連動ではないのでラスボスで破壊。ありとあらゆる形で何が何でも1枠遂行していきます。逆を言えばこの戦法でないと勝てないステージということですね。山形、悪魔5体の鬼畜ステージです。岩手県は赤属性が多く配置されたステージですが、一番やばいのは倍率 300% の悪魔ペンギン15体。デスレッパも厄介ですが、そもそも強すぎるんですよね。ただ、ここは他でも使わなかったマッチョが最適で簡単でした。マッチョが他のステージで必要だったら少し困るかもですが、まあ、いわゆる休憩ステージって感じですね。タッキーとウリボーイが厄介なステージ。ただ、ここはそのヤバさ的に半魚人一択って感じでした。大型キャラでなければひたすら連打しかやりようがありませんので、ここは無心で出していきます。一体一体は強いですが、いずれも単発の怖さなので、半魚人で試してからは割と簡単だった記憶があります。さて、この秋田含め残るステージも5つとなりました。
そしてこの後の4ステージがまさに地獄の始まりです。青森、北海道、沖縄、西表島、この4ステージだけでキャラ選び、バトルに相当時間がかかっています。今回の企画の3分の1ぐらいはこの4ステージで費やしているのではないかというレベルで大変でした。順当に進めていくと最後の方はキャラも限られていたりと、そういう面でも後半に行くほど苦労はしましたね。しかもキャラ選びだけでなく敵の構成、倍率も上がり、シンプルに難易度が跳ね上がっているんですよね。まあ1枠じゃなければどうってことないんですけどね。一番最初にやってた2枠3枠ってどんだけ楽だったのか。さてそろそろここのステージも終わりが近づいてきましたね。さっさと城破壊して次に行きましょう。多くのキャラの選択肢を匂わせてくれた青森県。今思えば一見難しくなさそうなのがマジでいやらしかった。暗黒城、ちび島、エキゾチック、その他量産系、なんだかんだ勝てます。ただどれがベストなのか。キャラ選択がまず大変だった。次にバトルですが、この暗黒城1体だけ少し前に出てます。これが超大事です。今先に1体やられたのですが、あれがいないと象に城破壊されて終わります。これに気づくまでも時間使いました。暗黒城でいけそうなんだけど、なんか最後難しい。波動の確率問題もあるのですが、実は初手の出し方が大事でした。そのからくりに気づいてからは簡単にクリアできるようになっていましたね。ここが2番目に時間を要したステージでした。どこでニャンマを使うかといったらここがベストでした。クマが強い、マーさんが強い、構成がもう厄介なんですよね。敵の火力が高くて黒イズは無理。他の量産系も波動の餌食で耐えられずと、なかなかに難しいステージでした。しかしこちらはレベル69のニャンマ。投げ払って終わりです。強すぎです。全く問題ありません。このキャラ使っていいんだとなってからはただのボーナスステージでした。圧倒的最高難易度、キャラ選択、バトル、すべてが大変で一番時間がかかりました。まずここの敵構成、悪魔しかいません。ということはエキゾチック、ちび島、ウリルなど割と早めに適正キャラにたどり着きそうな気がします。でも実際は全然勝てねえ、このキャラじゃ無理だでした。じゃあ一体誰がここ勝てるんだ。この第1フェーズでまず苦戦しました。そして他の剣がだんだん埋まっていき、エキゾチックしかない。そう決まったのは実に一番最後。はい、このステージを最後挑戦しました。エキゾチックにして攻撃無効を出せばいいんでしょう。なんて甘い気持ちは最初だけ。次第にここのヤバさに気づきます。まずクマ。シールドが硬すぎてノックバックしない。イコールこちらは無効が出なければひたすら後ろに行くしかできない。これがもうやばい。次に顔。レベル4小波動が地味に長く、さらに 30% で停止。これによりこちらの足が止まります。そしてペンギン。1.3 秒の攻撃頻度は脅威でしかなく、50% で遅くするの妨害、デスレッパも厄介でした。敵は停止、遅くする、波動、レッパ、これらに対抗する装飾はどれがベストなのか、ここも難しかった問題です。エキゾチックの本能玉もどれがいいのか、砲は雷、スロー、鉄壁、キャノンブレイク、どれがいいのか、とにかく悩む箇所が多すぎて大変でした。でも一番は攻撃無効が出るのか出ないのかの運ゲー勝負。それが一番大変でした。クマはノックバック3なのですが、まず2すらほとんど到達できません。無効持ちでも持久負けします。そして一番最後の場面ではケルベローズがほんの少し前に出る。このほんの少しでこちらは前進できません。見ての通り城と敵が常にこの距離なので、前進できないということは敗北が近づくに等しいんです。それでもうまくケルベローズを処理し前進し続ければ、ようやく活路が見えます。この無効運ゲーの沖縄。今回の企画で最長のバトルだけで5時間かかってます。5時間運ゲーをひたすら見守るという苦行。頭おかしくなります。左下に別な音楽を流しているのですが、バトル中の BGM、効果音、
それすらも嫌になったほどここは苦戦しました。150個以上あったニャンピュータが最後30個くらいだったので120回ぐらい挑んだということになります。もうここまでの運ゲーはごめんですね。ようやく最難関終わり、次が最終ステージ。もともとパフェしか無理だったステージをハデスで行けると分かり、いろいろ活路が開けた思い入れのあるステージ。ここのハデスがいたからパフェを動かせ、エキゾチックを最後沖縄で決め打ちできた経緯があります。毒撃持ちのマモンがいる時点で難易度は高く、キャラ選択の余地があまりありませんでした。ハデスと決めてからも実は全然楽ではなくて、この1体目のハデスがどれだけ耐えれるかで決まります。怒りのブラッコリ、プドール夫人、ここら辺の被弾を砲やスニャで調整し、とにかく1体目ハデスを長生きさせます。1体目が長生きすれば2体目の時点ではもう楽になっています。そのビビたる時間で勝ち負けが決まってた印象です。ここもなんだかんだ2時間弱ぐらい挑戦しています。砲や本の玉など悩む部分も地味に多かったですね。さて、これにて全49ステージが終了です。時間にして約42時間。とにかく長い厳しい戦いでした。この企画に協力してくださった方、応援してくれた方、改めてありがとうございました。最後は一覧で見ていきます。少し見づらいと思いますが、左上から長崎、順に右に進み、最後は右下の西表島となっております。全49ステージのキャラ一覧になります。4段目の富山あたりまでは割とキャラ選択、バトルはトントン拍子でいけました。静岡から難易度が上がり、茨城あたりからはずっと難しかったですね。バトルもそうですが、かぶりなしなので、使えるキャラが狭まっていく難しさは常につきまとう感じでした。でもやりがいはかなりありましたね。視聴者さんとのやりとりも楽しかったですしね。まあにゃんこをやっている限りこのような鬼畜縛りはまたやることになるとは思うので、その時にまた共に楽しめたらいいなと伝えて、この動画は終わりにさせていただきます。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。ルルゲームのチャンネル登録、高評価忘れずに。次の